85.1. Are you ready? FM Osaka Laugh and Music Special Week 2024 Summer. FM Osaka 85.1. Dance fun. 母ちゃん、あんた踊れる。FM Osaka Take it easy. 6月14日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねがお送りします。ここでお知らせです。今週の FM 大阪は、ハッシュタグ FM 大阪聞いてみてキャンペーンやってます。クオカード1万円分が毎日当たったり、プレゼントめっちゃ用意していますよ。この番組、あかねクラブでは、なんと、現在、香港で行われております。アバンギャルディポップアップストアから、香港限定グッズをお二人にプレゼントします。やばくないですか？今ね、香港でですね、もうめちゃくちゃ大きな、ショッピングモールでですね、めちゃくちゃ大きくポップアップストアが、オープンしておりまして、そこでですね、買ってきました、私。チョイスしてきましたよ。でそのね、限定グッズをお二人にプレゼントします。日本ではですね、売っておりません。はい、ネットでも今売っておりません。どこにも売っておりません。欲しかったら香港行くしかありません。はい。そんな限定グッズですよ。しかも超可愛いんでね。皆さん欲しいですよね。欲しいって思ってくれた方はですね、あかねクラブの番組 X のフォロー&プレゼントのポストをリポストしてください。それだけですよ。はい。ということで、今週のあかねクラブは、アバンギャルディのおかっぱトークございます。そして、先週から始まりました、新入部員候補連れてきましたのコーナーもありますよ。お楽しみに。では、FM 大阪あかねクラブ、今日の1曲目でございます。最近出たというか、もう最近でちょっと遅いかもしれへんねんけど、ナンバーアイの新曲、ボン。これをかけたいと思います。出た日とかからね、私はね、ちょこちょこ見てるんだけど、このね、新曲の MV がとにかくすごいと私は思っています。もうとにかくね、お金もかかってるし、時間もかかってるし、クオリティもすごい。めちゃくちゃかっこよくて、3日とかで1000万再生とかいったんかな確か。めっちゃ最速で、めっちゃ早くからもう YouTube の MV の再生回数1000万回に到達していて、2週間とかでもう2000万回。1600万。すごいんです。とにかくね、ずーっと上位に入ってて、めちゃくちゃかっこいい。音楽もかっこいいんだけれども、でも MV がマジでかっこいいし、ダンスもかっこいいので、皆さんぜひチェックして。では、FM 大阪あかねクラブ、今日の1曲目はナンバーアイでボーン FM Osaka Music Special Week 2024 Summer. Are you ready? Let's all gather together. FM 大阪あかねクラブ、つけしのあかねです。それでは、アバンギャルディの、おかまどはい、ということで、今週はこの二人が来てくれました。自己紹介お願いします。はい。長野アバンギャルディと、あやねアバンギャルディです。はい。お願いします。どうぞ。長野さんなんか、めっちゃ久しぶりじゃん。はい。確かに。2回目です。 2回目だ。2回目です。そう今日は2回目組できました。はい。そうですか。はなんか長野さんなんか、今、レアキャラすぎて、なんか。行きたいんですよ。まか行きたいんです前回、言ったらあかんわ、これ。何いや、何も言われない。怖い。いや、でも、前回は長野さんが、ケチやったっけあ、倹約家みたいなね、話よ。そう。倹約家とか言って。ケチやった。倹約家。ちょっとね、怪しいところではありますけど。やめて。あ、ケチンボ。はい、そんな感じでお届けしたいと思います。はい。
最近は、だから、香港の、この前ね、ポップアップ長野さんと行ってきたんですけれども、はい帰ってきたばかりでしたけど。お帰りなさいい。かがでした？いやー、私、あんなに食べ物美味しいって思ってなくて。っていうか、待ってくれ。長野は初香港やつ。ねえ。で、そうやと思って。そうですよ、この人。一人で置いてかれてんです。ほんまに、おらへんかったの気づかん、さっきまで忘れてて。いや、違うね。そういう意味じゃないけど。でもね、長野は初香港であんまり食べ物美味しいイメージがなかったってことですか？聞いてないんですよいや、。そういうことやね。あんなになんか、美味しい食べ物いっぱいあるって思ってなくて。何食べたんですか？香港とか。したのはやっぱりはい、漢方。漢あ方そっち漢方。漢方の漢方って何が美味しいん？美味しいというか、その効果にええ。驚いて。でもなんかさっきも、はい途中、はい。飲んでた。そうなんですよ、ほんまに。なんかね、途中で、漢方のお茶屋さんに連れてってもらったんですよ。そうなんですよ。で、めっちゃ苦いでって言って、で、飲ましてもらってほんま苦かったんやけど、でもなんかちょっとね、なんか後味とかが結構忘れられへん感じで、なんか苦いんやけど、もう一回ちょっと飲んでみたくなるというか、手になるみたいな。最後まで飲み切っちゃって。そう。で、その次の日、なんか、肌が良くなったんですよ。肌にノーさん肌綺麗ちゃうって言われて。ほんまにうん。ほんまにこうやって、死のうたのに。本当に。化粧のりが全然違う。今も飲んでるの？飲んでますよ。ちょっと見してよ。ほんまよ。確かに。ほら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 。言われたら、ツヤっと。ほら。ニキビ消えてる？綺麗。消えてる。でもツヤっとしてるのは汗かも。あれちょっとじゃあそれを間違えて。でもなんかニキビ消えてんじゃん。なんか思った。漢ほんまよ。方、漢漢方方。なんや。漢方、次行った時絶対漢方持って帰りますよ。漢方のお茶を買ったってこと？あ、なんかお茶っ葉みたいなものを買って、それどこでも売ってるようなとこで買ったん？漢方屋さんで買ったん？お土産屋さん。お土産売り場の漢方。そんなんでいい？そんなんでいいって言うか。白とか、痩せみとか書いてて。やばい。ほんまに。もうそ、れで、おすすめしますよ。だから練習中も今はそれ飲んでる。そんで、そんなとこそこそなんか、えみたいな話してて、え何やろ、すごい。ちょっと甘いかもとか、苦いかも。そうなんや。でもなんか結構私は、火鍋食べたんですけど、それが最高美味しいですかやっぱり。ですし。いいなぁ。セーラが、また最新の熱々シリーズの、インスタグラムのリール上げたんですよ。まあ、これはまあ結構ほんまにバズってるものでして素。晴らしい。で、それで、今回火鍋屋に行かしてもらって、はい。絶対のとこやらなあかんねって言って、今回私が撮影もして、編集もやりましたよ。ですかはもう、あれ見た瞬間、もう、まず火鍋ブクブクしてて、ブクブクみたいなはい。のに目いって、そしたらもう、熱々そうでしょ？熱々、完全に、なんはいか、上げて。プロデュースやっておりますので、はいライトもね私が。はい。もうライティすごかったング、そしてグツグツ、そしてそのお鍋の前にあるディスプレイ、すべて私がやりました。全部ね。はい、バズりました。さすが。さすが。ありがとうございます。やっぱりその、熱々シリーズ楽しみにしている方もいるんですけどい、らっしゃいますね。彼女は最近甘くて、全然熱くないのに、熱いふりしてね、食べてやがるから、怒ってたんですよ、それ。無理がいい加減にしろって。ねほんまにいい加減にしろって言ってたんですよ。でもで今回はめっちゃ熱ガチやっそうでした。ていきました。結構色もやばく熱がってたから、大丈夫かなフーチはしてましたけど、食べる前に。でもちょっとやっぱほんのり熱い方がやっぱりね、リアクションいいから、頑張れっつってやりました。かなり熱そうでした。香港に行った際はもうぜひね、ちょっと、火鍋屋もみんな行ってほしい。いてほしいです。ここで一つメッセージをね、ご紹介したんだけれども、はい。大分県の大師さん。大地さん。毎週欠かさず楽しみに聞いています。ありがとうございます。セカンドワンマンライブ中野追加公演の日が、はい私の50歳の誕生日です。すごい。おめでたいですね。なので、会社に休みをいただき、自分へのお祝いに参戦することにしました。うわ、最高じゃないですか。はい。で、そしてですね、大志さんは、追伸7月の香港公演も行きます。はい。50歳にして初海外アバンギャルディに、いろいろと経験値を増やしてもらってます。
ありがとうございいただます。きました初めての海外でアバンギャルディを。そうですありがとうよ。ございます、本当に。そう、だから、やっぱね、まあ、ほんま香港もね、まあ、3時間ぐらいでね、うんうん。割と大阪からだとうん着きますし、きます。近いし、あとほんまに香港とかは、もうお店、コンビニなんかも、日本に馴染みのあるコンビニがたくさんありますし、食べ物なんかも、あ、これ見たことあるっていう。あと、日本語の表記も結構多いので意、外とありました。そう、だから、海外初めての方も、英語ちょっとわかんないなっていう人とかも、全然、行きやすい場所だなと思いますし、日本語が、結構通じますので、意外と。お土産屋さんとかそう、全然喋れますので、ってね。日本語しかわからない方でも行きやすいところになってますのから、皆さんね、楽しみにしていただいてと思っております。はい。はい。じゃあ、ここで曲行きたいと思います。はい。じゃあ、あやねさんから行こうか。はい。じゃあ、私は、はい、何今日は。最近めっちゃ聴いてる曲があって、いなんかちょっと、テンションが下がった時とか、はい。そうね。元気欲しいな、みたいな時に、はい絶対曲聴く絶対聴く曲をもう決めてて、ほい。で、その曲を紹介したいと思います。はーい。エレファントカシマシさんの、俺たちの明日です。渋。FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。本日のアバンギャルディのおかっぱトークは、長野アバンギャルディと、おいあやねアバンギャルディが来ています。お願いします。お願いします。はい。じゃあ、ちょっとここでメッセージをご紹介したいと思うよ。はい。ラジオネーム、大阪府大東市、大阪府。みーさん。みーさん。あかねさん、アバの皆さん、こんばんは。私は会社で若い社員に注意するのがすごく苦手です。注意するときは怒ったりしないのですが、やめちゃわないかどうか余計なことを考えてしまいます。わかるな皆さんに質問ですが、ライブの後のミーティングで、あかねさんからお叱りを受けたときは凹みますか？泣いたりしますか？それとも何くそって奮起って読む？奮起していますか？あと、あかねさん思いっきり叱ってるんですか？いい指導方法があったら教えてほしいです。やって。いやもう、あかねさんにはね、もうスカッとするぐらい。しばし、怒られますよ。躊躇もなく、指摘をしていただいてますけど、ですよ。毎そうや回結構スカッとするぐらい、ガツンと。いや、だから、まず、なんで怒られてるのって話ですよね。はいそうですよねそも。そも論。はいだって私は、いや、これね、ミーさんもほんま言いたいんですけど、ね、なんで自分らが、私たちね、ミーさんも私もですけど、なんで注意とか怒らなあかんのって話ですよ。嫌です、誰でもそんな怒ったりするの。もう今も怒ってるみたいなもんや。嫌なんですよ、怒るのなんて。はい。でも、これだから、ね、怒られる原因はまず自分らにあるわけですよ。はい。大反省です。もちろんです。だから、まあ怒られることもね、多々ありますよ。うちのチーム厳しいですから、もうもちろん私もですけれども、うちのマネージャーとかもみんな厳しいですから。厳しい。うんだから、まあみんなで、まあね、大人たちがしっかりね、みんなのことを、はい。いつもビシバシとビ。シバシ指導させてもらってんだけど、はい。どうですか？お叱りを受けたときは、凹みますかって、泣いたりしますかって言ってますけど。私は、はい。もう結構うん、誰からもうん言われた時は絶対落ち込んじゃうタイプなんですよ。はい。落ち込んよく見ます。そう、落ち込んでしまうんですよ。長野さんはめっちゃ、自分の中でめっちゃ考えるんですよ。うんなんで言われたうん何をどうしたらいいんだ何が自分が悪かったんだをもう全部考えるんですよ。もうその貢献をなんかよく見る。想像できるな。もう無言でただひたすら考えるんですよ。うんで考えてたらいつの間にかうん元気になってて、なんでなんでなんか自分の中ではい解決できたんですよね。ここをこうすればいいっていうことああ、がなるほど。言われてる意味がなんとなく理解したときに、も元気になるんだ。うなってきて、うんあ、じゃあほんまにかましたろうっていう気持ちになってう、んやってみて、はそれでも無理だった時はうん、また凹んじゃうんですけどい。、うん結、構、高確率っていうわけではない。だいぶ低確率なんですけどうん、金さんからたまに、うん。えんちゃう。うんいや、今の、みたいな、うんを言っていただけるんでう、んそれを目指してうんいます。
はい。ちなみにちょっと今ので一箇所突っ込みたいところが。何一人で静かに考えるって言ってたんですけど、ちなみに一人で静かに考えてないことが多い。何どんなんつ中のは。結構、ブツブツブツと、なんか喋ってんねん、漏れてんねや。漏れてます。心の声が。心の声が結構、それこそ例えばなんですけど、はい遠征行ってて、ホテルとか泊まるじゃないですか。はい。同じ部屋とかだったら、高確率でボソッと。なんか言ってんの。はい。何を言ってんの？なんか、ここがあかんかったかな。これ、いや、ここはこうやんな。なんか、反省してんねや。はい。一人で。な大反省が優先で使われてて。なるほどね。はい。で、それ別にそれなんか答えてあげるとかじゃなくて、もうそれはなんか、はい。独り言として独り言言ってあげてる。一回返事したことあるんですよ。返事したけど、多分、受け付けてなくて。なるほど。シャットダウンされてるから。独り言自分に入っちゃってるからね。意味ない、みたいななるほど。ことはありました。あやねさんはどうですか？お叱りつけ。私もめっちゃ凹みます。けど、うん。それこそう、ん分析型なんですけど、はい。全部、ん怒られて、でも、長野と結構似てて、どこがあかんかったんやろみたいなのを、まず、脳内で全部自己処理して、はいはい。で、解決策パターン A、B、C みたいあー、なんか、やりそうやな。っぽいな出して、で、一個ずつ潰していくみたいな。すごいパターン A やって、ダメやったらパターン B みたいな。パターン B ダメやったらパターン C で、さらに派生させてみたいなのを分析家。やってそう出。ますね。やってそう。でもさ、なんか、まあ、怒るっていうか、まあ、そのさ、例えばやけど、普通にライブの中でさ、ここ受け悪かったなとかあったりしてんで、それでさ、もうほんまにちゃんと終わった後フィードバックした時に、ここさ、思んなかったでっていうのは、まあ言うやん。はい普通に。普通にトークでも言うし、なんか、ちょっとこの、なんやろ、振り付けの中でのアドリブめっちゃなんか微妙やったでっていうの毎回言うけど、はい。でもそれに対してそれ言われてまた分析してってやってるってこと。やってます。私は。そうやなって。でも分析足りひんじゃん、ほんなら。はい。もちろんです。家帰って分分析析してます。足りなさすぎん。もっと所持します。そうやで。はい。でもまあ、思いっきり叱ってるんでしょうかっていうところに関してはもうほんまにもう心の底から怒りながら。好きなことを言ってもらえる。そうや。はい。でも、ねでもほんまね、正直が一番なんですよ。だって、心の中で思ってても、やっぱり、なんか、その、ね、なんて言ったらいいか、まあ、人間っていいことがあっても、悪いことがあってもすぐ忘れたり、怒ってることも忘れるんで、その時にちゃんと、やっぱその自分が感じてるままに、ちゃんと伝えないと、ダメだと思う。確かに、あやさん、今っていう時に結構、絶対今。今っていう終わっ時に、てからどんだけしんどくても、今この、なんでこうなったっていうのを解決しないと私寝れないんで、ほんまに。でも言われへん時の方が怖いです。ほんまに。わかる。これは、来てるど手字の言われへん。ないよな。ないいや、まあ確かにね。だからまあ、ミンさんもね、ちょっと注意するの苦手とおっしゃってますけれども。なんか叱ってもらえた方がね、まあね。嬉しいパターンもやっぱりある。まあでも多分ね、悩むやろうし言われてる方そうでが。すね。けどやっぱその、一回ではね、伝わらないで、何回も何回も分けてね。分けて。嫌われるやろな、でも。確かに。私も嫌われてるから、だいぶ。いや。いや、ミンさんも言われてるわって言われてますよ。だから、ミンさん、嫌われ者になりましょう。大丈夫です。あと、一つ。八王子市、ラジオネーム、サコアバディさん。はい。はい、いつもありがとうございます。あかねさん、アバの皆さん、いつも週末に疲れを癒すひとときをありがとうございます。ありがとうございます。はい。来月ですね、娘がオーストラリアに修学旅行に行きます。修学旅すごいな、オーストラリアって。めっちゃいい。修学旅行にあんまり行かんくない、オーストラリア。ちょっと羨ましいですね。すごいな。荷造りを自分でするように伝えていますが、親としてはちと心配。そこで皆さんに質問です。海外や地方遠征の時に、これだけは持っていくというグッズありますか？うわうわー、悩む。私ありますよ。何？カフェオレのスティックと、はいはい。味噌汁。なんで？絶対持っていく。もうこれは恒例行事で、なんか私、ほんまに長野と部屋になることが多分多いんですけど、はい。もう、配り歩いてます。長野。へー。
同室になった方に、うんカフェオレのスティックを、うん。いるって、カップラーメンとかも、いるって聞かれるんですよ。海外行った時とかはね、まあね、うんそう、食べれる時間がね、なかったりするからね。うん。味噌汁とかもなんか持っていかなあかんもんね、自分たちで絶。対持っていけます。でも修学旅行やで。修学旅行は確かにいかん。でも、私は、もうこれ修学旅行行くんやったらもう何も持っていかん方がいいと思う。確かに、あ2つもありかもしれないです。やっぱり、ご飯とかさ、うん。ちゃんと日本以外のものをちゃんと食べた方がいいと思うか現地のら、ものそう。そう、何も持っていかんのがいいと思う。それはそうかもしれない。うんもう、ベストアンサーが出てしまって、何も言えないですね。ただね、やっぱオーストラリアはね、遠いからね。結構下ですもんね。め日本からちゃくちゃ遠いから、確かに。飛行機のね、あんな持っていたからじゃん、首のやつ。首、ネックピロうん。ー。うんあれは絶対いるよな。私、全然いらないタイプなんですよあら。もうだから、旅行行く時とかうん、遠征行く時とか、ほんまに飛行機グッズ何にも、へえ。着圧ソックスだけ。まあ、それはね、むくんだりする。それ以外は、ほんまに、へえ。首も、なんか足引っ掛けるやつとか、まあね。その時間やったら、枕とかみんな持っていくけど。そうやな。私、いつも大量に持って行っちゃうから、うんだからなんでそんな荷物多いんいや、でも、あった方がいいよ。本当にサンプいつも多いですよね。何入っていや、あれはね、パソコンが入ってる。あー普通に。私は、そうですねやっぱ、電子機器は、うん確かに、それは怖いです預けれないんそうですでね、。機内荷物になるので、機内荷物が重いから電子機器、スピーカーとか、それこそパソコン、何アップルのなんか iPad とか、 iPad。なんか全部そういうのがいるので、お仕事されてますもんね。そうですよ。そうですよ。だから、今日もね、今日もね、これ、ありましたよね。つってね、むちゃくちゃな音源やったな。寝とったわ、言って。しっかりたら、しっかりやってたんって言ってた。むちゃくちゃ。はい突如ね。むちゃくちゃな編集してました。はい。でもまあそうそう。だからまあ飛行機グッズはまあもしね、まあ、フライト時間に呼びますけど。そうそう、やった方がいいんちゃうかな。あとは、なんか歯磨きとかはやっぱ海外なかったりするね。そう、日本のホテルと同じと思ってたら大間違いで、ですよね。歯磨きとかは絶対ないので、ないです。ないです。だから歯磨き忘れたら終わり。終わりです。たまにすごい味の歯磨き粉とか。ある。てか、歯磨きあってもめちゃくちゃブラシでかいみたいな。何やつみたいな。何ですかみたいな。どんだけでかい歯あるめっちゃ硬いとか。ぐらいのさ、でっかいやつ歯磨きの時あるよな。でもそれは私はもしあったら必ず持って帰って家の掃除とかに使う。ちょっとあれ絶対持って帰るもんな。かじゃないですか。確かに。ほんまや。長野見習わないと。ケチで私は倹約家。そうです。私はもうちゃんと持って帰って、何しよ使わせていただきますって。めっちゃいい。う。めっちゃいいこと聞いた今度からそう。します。そうしなさい。はい。でも、そう、だからアメニティはね、まあ普通に日本と同じと思ったら、特にオーストラリアとかは絶対ないと思う。そうですねアジアの方はあるとこはあるけそうど、ですね。やっぱ結構ね、ないと思います、オーストラリアは。日焼け止め絶対忘れたら。あそうね。この時期やったら。そうやわ、ほんまに。もうね。いや、でも待って、オーストラリアはね、ちょっと寒いと思う。私行ったことあんねん。そうなん高校ですか。生の時。高校生の時はい。行きました。ですか普通に高校のやつで行った。いいなぁ。そう。で、行ったんやけど、寒かって、だからセーターとか持って行ってたから。寒かったんだ。夏に行った。夏に。なんで寒いんですか寒い。だって逆やもん。逆気温が。これサンタさんがほら、オーストラリアは、真夏に寒いしながらサンタさんやから。ほんまや。だからちょっと逆やね。ないんや。そうそう。だから、ヒートテックはいるよね、とか。ほんまや。いやそれ日焼け止めは間違いない。あ、でも日焼け止めもいる。いります日差しが強いから、やっぱ。へぇ赤道近いですもんね。はい。だから聞いた。日焼け止めも絶対いりますから、うんその辺はちょっと持っていてくださいということです。大事なことです。いいなぁ。ねオーストラリア。羨ましいです。行ってみたい。ねはい、ということでございました。もう以上や。早い嘘早いな。全然知らない。全然まだよ。はい。今日はですね、スペシャルウィークということで、い聞いてくださってる皆さんに、グッズをプレゼントします。はい。なんと、香港で現在行われているアバンギャルディポップアップストアから、香港限定グッズをお二人にプレゼントします。はい。実はこれメンバーも持ってないんです。
ですよ。ほんまに欲しい。さっき見してもらったんですよ。はい。そう。可愛すぎて。そうちょかわいい。本当にメンバーも、帰ったらあかんって言われるな。ちょっと待ってって。そうそう。ちょっとまだ在庫が確保できてないのダメって言われたから、私は、もう、このあかねクラブ用に特別に買わせていただいたんで、めっちゃいい。これはもうスペシャルウィークなんでね、ちょっと絶対プレゼントしたいということで、はいめっち。ゃスペシャルなプレゼントです。ご用意いたしましたので、これ欲しいと思ってくれた方はですね、あかねクラブの番組 X のフォロー、そしてプレゼントのポストをリポストしてください。お願いします。よろしくお願いします。ということで、あっという間のお時間でございました。はい。早かった。はいまた来てください。はいお願いします。ほんまに、聞きたい気持ち山々なんですけど。そうですかね。なんかあんま来たいという気持ちは伝わらないですけど。いや、そんなことないですよ。めっちゃ喋りと。何がやねん。感じてほしいよな、この、来たい愛を感じないこともあります。感じないことも。じゃ、また来ます。はい。きます。くださいね。本当よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、ということで、今週は、長野アバンギャルディと、あやねアバンギャルディでした。はい。ということで、じゃあ、長野さん。はい。じゃあ、リクエスト曲お願いします。はい。世界で活躍されているはい。彼女たちです。はい。新しい。ちょっと待ってちょっと待って。何やねん、それ。あ世界で活躍されている彼女たちを、私たちもリスペクトをしています。あんた、それ私もやけど、それも、リーダーズやなって分かったけど、新しいって言ったから、何巻き込んでんじゃん。してるけど、リスナーは。はい。してるよ。率先してね。で、その何巻き込んでも別にいいんやけど、じゃあ、もう一回言って、ちゃんと。はい。世界で活躍。何かい、なんか。そうだなぁ。じゃあ、私がリスペクトしている、こちらの、こちらのチームです。こちらの、アーティストさんです。はい。新しい学校のリーダーズで、はい。恋文最新曲じゃないんかい。